ゆっくりレ夢ムです。マリサだぜ。マリサに相談したいことがあるのよ。なんだ？フリマアプリで素敵な時計を見つけたから買おうかと思って。フリマアプリはやめておいた方がいいんじゃないか？どうして？コピー品も多く出品されてるし、トラブルも多いみたいだぞ。そういえば、前にそんなこと言ってたわよね。ネットニュースにもなって一時騒がれてたぞ。そんなこと言われたら怖くなってきたわよ。高額商品の取引は危険もあると認識した方がいいな。運営は改善に取り組んでいるんでしょ？取り組んでいるとは思うけど、まだまだ不十分じゃないかな。早く改善してくれないと顧客も逃げちゃうんじゃない？じゃあ、今日はフリマアプリの話をしていくぜ。購入する前に聞いておきたいわね。公開してからじゃ遅いからな。この番組は、時計の小話の提供でお送りいたします。少しでもチャンネルに興味を持ってくれた方がいましたら、チャンネル登録を忘れずにお願いいたします。コメントももらえると嬉しいぜ。ゆっくりしていってね。チャンネルを視聴してくれている人は、ロレックスに関してはすごく詳しい人が多いと思うんだ。視聴回数を見てもそんな印象よね。ロレックスの購入制限ルールも変わったから、制限期間中に他のブランドを見ることも多くなるかもな。熱狂的なランナーさんにとっては暇になるわよね。ランナーさんも他のブランドの値段は詳しくないかもだろ？ロレックスにしか興味ない人も多そうよね。これから新社会人の人や入学などで、時計を探す人も多いかもしれないよな。春に向かって増えていくかもしれないわね。普段からフリマアプリを利用している人も多いと思うぜ。手軽で便利だもんね。例えば、これを見てレ夢ムはどう思う？これは何かしら？フリマアプリで、ロレックスで検索した結果だぜ。ロレックス？そうだ。なんか安すぎないかしら？ありえない価格じゃないか？本物のわけないわよね。これが現状だぜ。全然改善されていないじゃない。実機を直に見たわけじゃないから絶対とは言えないけど、この価格で販売するなら買取店で売るはずだぜ。それはそうよね。わざわざ安い価格でフリマで販売する理由はないよな。私だって怪しいと思うわよ。ロレックスに詳しくなくても騙されないと思うぜ。これなら、みんな騙されないから心配ないんじゃないの？そうだよな。ちょっと安心しちゃったわ。じゃあ、これはどうだ？これは？カルティエ、サントス、LM で検索してみたぜ。カルティエはよくわからないけど価格差はあるわね。そうだろ。種類や状態もあるから不思議じゃないでしょ？左上のカルティエ、サントス LM、WSSA39 の定価はいくらぐらいだと思う？そうね。ちょっと前のモデルだけど、あまり使ってないみたいだし、30万円ぐらいで販売しているから、70万円ぐらいかしら？レ夢ムはさすがだな。当たってる？節穴すぎて危ないぜ。は？当時の定価は税込み130万6800円してたぜ。めちゃくちゃお買い得じゃない。そう思うか？私、買っちゃおうかしら？本物だと思うか？だって商品説明に正規店で購入したって書いてあるわよ。もちろん本物かもしれないぜ。本当にお買い得品の可能性も否定しないぞ。何が気になるの？例えば、ジャックロードさんで販売価格を調べると、税込み118万円で販売されてたぜ。並行店だから、フリマアプリより高いでしょ？それはそうかもしれないけどな。マリサは気にしすぎじゃないの？ヤフオクには、一つしか出品されてなかったけど、開始価格は、88万円だ。なんか少し不安になってきたわ。ヤフオクの開始価格の方が納得いくだろ？そうね。もちろん、メルカリの時計も本物かもしれないぞ。逆にヤフオクの出品も本物という保証はできないしな。正規店で購入するわけじゃないからリスクはあるわね。楽天でも調べてみたぜ。ショップの方が信頼はできるわね。左から3つがそうだな。どれも100万円以上してるわね。ロレックスほどのリセールバリューはないにしても、31万円ぐらいで売るなら買取店の方が良くないか？そうかもしれないわね。メルカリは販売手数料で 10% 引かれるしな。さすがに28万円以上では買い取ってくれそうよね。参考だけど、羅針さんの買取価格だぞ。状態が良ければ28万円以上では買い取ってくれそうね。買取してもらったことがないけどそんな気がするよな。価格から判断はできない感じね。そんな商品がいくつも出品されていたら、詳しくない人は購入しちゃうかもしれないだろ？3つも同じ価格帯で出品されてたら相場かと思っちゃうわ。そうだろ。あれ？販売されちゃったのもあるわよ。そうなんだ。ちなみに、2021年12月銀座で購入と記載されてたぜ。そこまで書いているなら、本当かもしれないわね。そう信じたいけどな。ただ、他の購入された商品と価格差があるのも気になるな。言われてみればそうね。コフレイトモントルという時計ケースがあるんだ。ビトンの時計ケースじゃない。みんなが憧れる時計ケースだぜ。ビトンは時計ケースも高いのね。
その中に、安くて購入された商品も混ざってないか？安いと言っても、時計ケースなら十分高額じゃない？ルイ・ヴィトンの販売サイトでは、一般的な安いモデルでも、124万8500円しているぜ。時計ケースなのにそんなに高いの？本物とかコピー品と決めつけたことは言えないけど、買取店でもっと高く買い取ってくれそうな品物を、相場よりも大きく下げて売る理由がわからないぜ。定価を知らなかったら、それぐらいが相場と思っちゃうわ。というか、価格が高いから本物って信じられないわね。価格もそうだし、説明文も信じられるかわからないぜ。画像で判断もできないわよね。画像のものが本当に届くかわからないよな。運営も対策を行ってるんでしょ？昨年末にネットニュースで騒がれたからな。私も記事を読んだ記憶があるわ。株価も下落気味と言われてるし慌てたと思うぞ。利用者が他のフリマアプリに乗り換えたら困るわよね。偽ブランド品の取り締まりを強化するとは言ってるな。どんな取り組みを行っているのかしら？一つ目が、ブランド権利者と協力の上パトロール。どういうことかしら？ブランド権利者様の協力を得て、最新ブランドも含めた、偽ブランド品情報を収集していると書いてあるぞ。また、偽ブランドと判断したら即時削除ともあるな。ちゃんと頑張ってるじゃない。ロレックスなどの世界的海外ブランドが、本当に協力してくれるのかは疑問が残るけどな。時計以外のブランドもあるし数えたらキリがないわよね。ブランド側からすれば機密情報だと思うし、コピー防止のためにも多岐様に教えない気がするな。ほんとそんな気がするわよね。二つ目は、テクノロジーを使った不正を見抜く仕組み作り。具体的には？蓄積された偽ブランド品データや、過去にトラブルになった出品のパターンを機械学習で、解析することで、自動的に疑わしい出品を削除したり、出品者への注意喚起を行ったりしているぜ。すごいハイテクノロジーじゃない。最初のロレックスの出品一覧を覚えているか？激安販売されてたわね。まだまだ学習が足りないんじゃないかな？一つや二つじゃないもんね。三つ目は、捜査機関や観光庁とのパートナーシップ構築。なんかすごそうじゃない。警察や経済産業省、国民生活センター等と情報交換を行い、違反や犯罪の傾向や抑止について協議し、そこで得た知見をもとに違反や犯罪を未然に防ぐ体制を整備しているんだぜ。すごい抑止力になってるんじゃないの？この状況を見るとそうでもないと思うぞ。どちらかというと、無法状態になっちゃってるわね。最後は、メルカリの取り組みで安心な取引を実現。何が実現されているの？模倣品を総合的に対策して、安心安全な利用環境を整備してくれてるぞ。説得力が感じられなかったわ。実際には全て本物かもしれないし自己判断が大事だな。そうだけど、なんか、しっくりこないわね。実際に購入して鑑定してもらえばいいんだけど、もしコピー品だった場合は手間と労力が必要じゃないか。もしコピー品だったら、ちゃんと返金されるまで不安よね。ほんと、そうなんだよな。あと、代替評価が少なくて本人確認前だな。過去の取引履歴がない出品者は不安ね。もちろん、みんな初めてはあるからな。それはそうだけど不安はあるわね。購入する前に、色々調べて少しでも不安があったら、購入しないことも大事だと思うぜ。そうね。現状では高額商品を安心して取引できる環境ではないと思うぞ。フリマアプリは便利なのにね。安心鑑定サービスというのも始まってはいるぜ。なら鑑定してもらえば安心じゃないの？現在のシステムだと、出品者が出品時に安心鑑定を利用可能に設定した商品のみなんだぜ。それだと不十分じゃない？購入者が依頼した商品すべてが対象じゃないと意味ないな。そうよね。今後もっと改善されていくことを期待したいぜ。マリサはメルカリを使うことある？雑誌やカタログのバックナンバーとか購入することあるぞ。それならコピー品とかの心配はないわね。送料が出品者負担の場合が多いから助かってるぜ。うまく利用すれば便利なことは間違いないわよね。ぶっちゃけ高額商品は怖くて購入できないな。人によって基準は違うけどね。そうなんだ。あくまで私の判断基準だな。価格や説明文、画像だけで判断できないことは分かったわ。後で後悔しない買い物をしてほしいな。私も今回は購入しないでショップを見に行ってみるわ。それがいいと思うぞ。今回の小話はいかがでしたか？高額商品は信頼できるショップで購入するのが安心だな。日本ならそうよね。腕時計に興味がある方でチャンネルに興味を持ってくれたら、チャンネル登録&高評価。すごく励みになるのでお願いするぜ。コメントもいただけると嬉しいわね。ほんと感謝してます。動画の数も少しずつ増えてきましたので、まだ視聴していない動画がございましたら、もう一本視聴していただけたらすごく嬉しいです。動画作成のモチベーションになってるぜ。ご視聴ありがとうございました。